皆さん、ブースさん、こんにちは、青江です。青江のリーダーのゆうじです。青江のママを担当していますルカです。青江のガクです。僕は青江のパフォーマンスリーダーを、担当しております。青江のひかるです。こんにちは、青江のそうたです。僕は普段いる時とパフォーマンスする時のギャップが魅力だと思います。青江の京介です。青江の最年少18歳レオです。僕は主に青江の中でボーカルリーダーを担っております。説明っていう形でいいですかね、コンサートの。ブルーダイアリーをテーマにしようと思ってる。今日は客席にいるつもりじゃないけど、こうやって始まるんだっていうのを見ながら、なんとなくこういうのかっていうのを味わってもらうっていう形で、まず見てもらおうか。はい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 。今前半見てちょっとまずなんか意見ある？俺の気持ち的には一緒に作りたいと思ってる。だから意見を全然遠慮しなくていいから言ってほしいなっていうのはある。一人の人が全部決めてもよくならない。だからみんながこうしたらいいんじゃないって言ったら、それにみんなが否定するんじゃなくて、こうしたいって言うんだったらこういうことしてみないとかって上乗せしていくと、一人の人が考えたコンサートにならないのよ。みんなで作ったものになる。俺の理想はそこなのね。途中でなんかお客さんと一瞬そのコミュニケーションだけでできるミニゲーム的なのをやってみるなり、いろいろ場面は変わるんですけど、一個のこうストーリーとしてなんか起承転結もっとあったらめっちゃなんかおもろいかなっていうふうに思いました。これ難しいのが、演出入れてもらってるもののライブハウスのちっちゃいステージでストーリー性とか世界観みたいのを作り込みすぎて置いてかれちゃうっていうのはライブハウスあるあるであるから、そこのバランスはすごいと思うんだけど、そこにさらにもう一アクセントは
ちょっと重たくなりすぎちゃうかも。なんかそのライブハウスでやるっていうのを僕らも経験したことがないので、全くちょっとなんか無知だし未知だしよくわからないんですけど、地方行ったら俺が思ってることってこれやることはこれの半分と思ってる。今回映像とかって東京だけ今考えてるのはライブハウスはもう後ろに、青円って書いてあるロゴかツアータイトルのロゴの幕があるだけ。モニターとかも全くない。全くない完全なライブ。で小さいところだと、縦で4番までワイドでもう4メーター50しかないっていうのがもうミニマムで、後ろ一番小さいところ現状で4500っていうのが現状だと。だから本当にもうそこに後ろに幕がつられてて、で奥行きも今3000ぐらいのところがあったかな。3メーター560。会場が変わるじゃん。でステージも変わるじゃん。この時の対応力がタレント能力になってるお客さんをどう料理するかは君らの責任。俺らはあくまでもレール引くだけだ。僕たちの意見とかもたくさん取り入れていただいてめちゃくちゃ感謝だし、青園の魅力をたくさんも詰め込んだそんな舞台にしたいなと思ってるので、もう気合しかないですよね。青いパンパンにしたいですね。頑張ろう頑張ろう。この前俺が V コンで流した流れを一回みんなで動いてみて、それで逆にそれをやったことによりやっぱこの方がいいなとかっていう感じでなんかいろいろディスカッションする日にしたいんだ。 OK。楽がその後フリーでお客さんを見ながら移動します。移動したこれルカだったらね、ルカを歌った後に、はい来てみんなでおいしおいし自主練しようと思ってスタジオに入ったんですけど一人で、あやばいと思った時にはもう痛くて、でなんか急になんかもう棒みたいに足が固まってしまって、一応、半月板が部分断裂みたいな感じに言われてしまって、なんか踊れない自分にすごいうずうずしますし、なんで今この時期に怪我したのと思いながら、もうマジかよと思って。前から見てもいい？全然いいよ。これ見よ。これの再生。いきます。さあ喋ってて優柔きっかけ。はい。曲振りしました。
完売した時はあおりんの反応が一番気になるよね。なそりゃそう。あおりんに気に入ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思いますよね。体のコンディションはバッチシです。いいね。自分が推してるグループが47都道府県やるって言ったら結構嬉しいと思う。俺だったら、喜んでいただけたら嬉しいかなっていう感じですかね。素敵です。ありがとうございます。これでもだいぶ良くなったんですよ。右はめっちゃ普通にいけるんですけど、左がやっぱ踏み込むのが怖くて早くパフォーマンスしたいので、もうやるしかないですね、嫌なことも。座ってパフォーマンスしなきゃいけない。めっちゃむずくねって思う。むずい。経験者絶対むずい。むずいっすよ。でも一回僕も怪我したことあるんですよ。膝を。そうね。座ってましたね。一時期座ってて、でも彼の気持ちめっちゃ分かってて。すごい。おはようございます。青円です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお。すごい。ゲージ。おお。急に規模が。あんなボリュームあると思わなかったです、映像。もう30分後や。あれはみんなびっくりじゃないですか。初めて見ました。めっちゃすごかったですね。喜んでくれるんじゃないかなっていう、なんかそう景色がすごい想像できました。皆さんこんにちは、青円です。アクション。なんかやっと伝えられてよかったですね。前代未聞の挑戦でも結構あると思うので、いい感じに47都道府県に向けてバトンパスできたと思います。やっぱ座ってみることによってなんか改めてこういろんな方の、目を見ながらパフォーマンスしたいなと思いましたし、早く直さなきゃっていう気持ち一心ですかね。ここだけで言うと大 NC あるじゃん、あそこの仕切りをルカにしようんですよ。でせっかくルカが今一人だからちょっと相談したいんだけど、昨日も見ててもやっぱり踊ってる時めっちゃかっこいい、顔もかっこいいんだけど喋りになるとあれれれれってなっちゃう。そこが自分たちも気づいてると思うじゃん、なそこに対するなんかやっぱりいっぺんレッスンとかなんかやっといた方がいいのかなって思っちゃったんだよね俺。普段がやっぱ楽しく会話できる
グループだから、そこをなんかそのままステージに出せたら全然問題ないと思うんで、それがだから出せるか出せないかってなってくるんだけど、結局間ってあるじゃん。例えばじゃあご挨拶しましょうって必ず間ができるじゃん。ありがとうございます。最近はコチュジャンにハマっています。埼玉県出身の青江のリーダーユージです。よろしくお願いします。はい、青江のサブリーダールカです。よろしくお願いします。間は一番怖いじゃん。喋ってて、そうですね。この空気って、なんか間ができて、今がルカ君が喋ってるからみんな黙って聞こうじゃなくて、別にかっこつけ受けようとか思わなくていいと、楽しければいいと、でいいと思うんだよ。悲しいことあったりするじゃん、喧嘩したりとか、それでも必ずステージはそれ出しちゃいけないから、やっぱそこの線引きがちゃんとできるかっていう意思統一はルカは分かってたとしても、やっぱみんなにもう一回ちょっとやっぱり話したいなと思ってた。図星って、いやね、なんだろうな、もうなんでしょうね、難しいですよね。やっぱ伝わってないっていうのがすごい、まあ悔しいし、なんかすごいもったいないなと思いますね。なんかずっと悩んでますね。この課題が一番なんか結局改善できなくて、なんかいつもメンバー会議とかでもなんかこう形にならないまま終わっちゃう議題なので、まあでもやっぱこういうふうにやっぱ言われるとすごくぐさっとくるというか、ステージに立つことに対してのなんか心構えみたいなのがなんか若干なんか人によってずれてるのかなとか思ったりして。いざこう本番になるとなんかやっぱ結構青園ってかしこまっちゃうタイプが多くって、こうなんか急にぶっ込んだことをこうなんか言いに行けるメンバーがそこまで多くないんですよね。それをこう拾えるメンバーも多くなければっていうのもあって、だからいつもこうすごい良かった日もあれば、今日すごいちょっと微妙だったよねっていう日もあればっていうのを今は結構繰り返してるのかなって思います。難しいのはさ、話してる時とこうやっぱファンの方、青いの方手振ってくれるじゃないですか。それに答えた方がいいのか、今話してるからそっちにちゃんと優先耳を傾けるべきなのかがすごい難しい。だからちょっとなんかちっちゃくみたいなのがあるんですけど、本当はもっと振ってあげたいと思って答えてあげたいです。話を聞いてないと思われるのも嫌じゃないですか。それがちゃんと7人分目線をして仏の意味で。はい、終了です。お疲れ様でした。で途中の MC あんじゃん、大 MC。あそこは今いつもだってこう順番で名前言いましょうかって、あれはいらないでしょ。一人ずつ紹介させますなんていつもやってんじゃん。あれなくていいかなと思って。そしたら MC はもうルカ仕切りにしたいなと思ってて、どんどんルカが喋ってても遠慮せずみんなこう遊んでくれればね。で間だけが怖いから、間は消したい。今回のコンサート全部間を消してあるから、その間がないように喋りは意識したいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
明日早いらしいから。お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。今からビラ配りをさせていただきます。では早速行きましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひライブ遊びに来てください。お願いします。お願いします。動線がルカ君帰ってきたんで、ちょっともう一回確認して。はい。ヒカさんの0秒で君に落ちたせーの。ルカ君が復帰したんで、今までいなかった場所にルカ君がいたんで、なんか全体で見た感じとしてもなんかワイワイしてて、なんか空いてるところがないんで、やっぱ7人の方がいいなと思いましたね。でもやっぱ楽しいっすね。久しぶりにこう7人でおったら、やっぱダンスって楽しいなと思って。おはようございます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 。なんか思ったよりでかいですね。これでもあれですね、やっぱ大きな箱の会場限定になりますね、この感じだと。やっぱ地方に行った時に箱のちっちゃいところとかできない演出が結構多いので、どこを削ってどこを足してとか、なんかそういうのを結構僕は
ソロ墓地考えていかなきゃだなっていうふうには思いますけど、47都道府県まであともう1ヶ月切ってるんで。はい、じゃあちょっと説明しますね。鉄骨でこう書いてある白いところね、白いところとこのシルバーのところが、トラスっていって、鉄骨の飾りが、床に置いてセットされてます。黒で四角がいっぱい書いてあるんですけど、これがいわゆる床置きの照明が各所にあるので、これちょっとアクティングに支障がないか今日確認したいなと思ってます。はい、あとはちょっと曲でいろいろ物が出たり入ったりするんで、それちょっとやりながら共有できたらと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これの基本って4エイトずつしゃべる基本は余らない。余っちゃった場合考えたのはやべえと思ったらカメラ向かってイエーイってやっても何でもいいからその間は埋めてくれる。はい。そうそう、それやらないと次の人が俺このカウントから1から喋ろうかなとしてるのに前の人が5ぐらいで終わっちゃうと間ができるじゃん。その間って基本前の人の責任なので絶対間ができないことが大事だからそこをうまくイエーイとか。それでは始めます。時間が来ました。一応暗転機をやります。暗転になりました。音の方どうぞ。季節を超えれば僕の思いは君の元へと届いてるか。3年後とか5年後7年後ってなった時に絶対これがめちゃくちゃいい思いになるんですよ。本当に僕ら青園と青林のダイアリーですよね。この先なんかこのツアーを振り返ってもやってよかったなとか絶対自信につながると確信しているので、メンバーが欠けずに完走できるっていうのがするのが目標ですね。喋れてるのになのよ俺は今。喋れてるのに自信がない喋りしちゃってるから、もう一番声出すのがソータにしたい。声出すの？それ回して。